父、殺生丸としての言葉がめちゃくちゃ熱い。ということでですね、前回漫画版汎用なしゃ姫最新話、38の章の話をしたんですけども、その時に話しきれなかった、その殺生丸の言葉の部分、ここをね、触れないと38の章終わるに終われないなっていう風に思いましたので、今回はその殺生丸の言葉に関するところだけをね、ちょっと追加で話していこうかなと思います。はい。まあ場面的にはですね、この現代に飛んだ陸さんに、唖然としていたとは刹那。この二人を奮い立たせるために言い放ちました。何をしているとは刹那。私の娘ならば立て。この言葉。これが、すごいんだよっていうことについてね。まあでもね、そのすごいんだけども、すごいっていうゴールなんだけども、その最初にね、この場面を見た時の感想としましては、殺生丸様がこんなことを言う？いや、言わないよ。こんなん殺生丸様じゃないよと、大勢の人がね、思い、物議を呼んではないんだけども、でもね、こういう風にね、言わないよと、思った人がね、たくさんいるんじゃないかなと。で、実際ですね、犬夜叉時代の殺生丸様であったらというか、いや、夜叉姫初期の頃の殺生丸であっても、絶対に言わないんじゃないかなという風に思うんですわ。でも、このセリフを、椎名先生がね、言わせたというところに関しては、さすがだなと。やるじゃん、椎名隆と。ここにね、椎名先生がいたら肩パン叩いてね、もう言いたいなっていうぐらいのこと。何様って感じなんだけど、それがやっぱりですね、どこまで行ってもこの作品、汎用の夜叉姫っていうのは、殺生丸凛、犬夜叉かごめの娘たちが活躍していくっていう物語なわけですわな。で、その娘たちを後押しするには、犬夜叉時代の犬夜叉殺生丸ではなく、そこからさらに時を得て成長した殺生丸たちが、さらにその汎用の夜叉姫内で、父として成長した姿っていうのがですね、やっぱ必要になってくるんじゃないかな。それを描いてこその汎用の夜叉姫だと。でもね、とは言っても、そのままね、犬夜叉の頃から変わらない殺生丸をね、書く。そのままトレースして書くっていうことも、できると思うんですよ。そこの方が、丸いよね。トゲはね、ないんですよ。でもその中で、あえて、ちゃんと今回こうやって明確に変化した殺生丸を書いたっていうのは、やっぱすごいんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。僕がそう思いたいだけというか、こう言ってるのも椎名隆先生全肯定ボットになっちゃってるだけという、自覚はないんだけども、そういうね、話があるかもしれないんですが、そんな感じでね、その物語外のところでも、いろいろ感じさせるところがあるっていう、そんなシーンでありましたので、ここだけは38の章の中でも言っとかなきゃなと思いましたので、それを話そうという、そういう動画でした。よろしく。